皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめまして、ヒーラーの花と申します。今日もよろしくお願いいたします。温かいコメント、チャンネル登録、グッドボタンで応援してくださり、とても励みになっております。本当にありがとうございます。今日のリーディングはハイヤーセルフからのメッセージということで、宇宙視点のもう一人のあなた様、ソースエネルギーと言ったり、しますね。ということで、今日はハイヤーセルフからのメッセージもらっていきたいと思います。今日はこちらの、ラビットのオラクルカード選択肢にしたいと思います。ですので、またエネルギーを読んでいきたいと思います。皆さんのエネルギーをまず読んで、3枚選択肢に選んでいきたいと思いますので、まずは並べていきます。タラララランテラララ、おーナイスはい、ということでハイヤーセルフからのメッセージ、皆さんエネルギーを送っていただけると嬉しいです。ではカードと意識と空間を浄化いたします。はい、それでは今日も高次元からメッセージもらっていきたいと思います。まずはいきますね。アメジストさんから選んでいきます。はい、アメジストさん、ここ、はい、タイガーアイさん、はい、ラブライドライトさん、はい、こちらの3枚で今日はリーディングしていきたいと思います。カードから直感でカードから選んでいただいてもよろしいですし、クリスタルから選んでいただいてもよろしいかなと思います。選べないよという方は、何個か見ていただいて必要なメッセージをお受け取りいただいてもいいかなと思います。はい、自分が心地よいと思うメッセージをお受け取りいただけると嬉しいです。はい、それではオープンしていきたいと思います。ではオープン。じゃん。はい、アメジストさんです。はい、ドゥルルン。はい、こちらタイガーアイさんです。ドゥルルン。ラブラドライトさんです。はい、ということで三者三様、なんか違うメッセージがいただけるような選択肢となっております。はい、それでは準備していきます。はい、それではアメジストさんを選んでくださった方のリーディングからしていきたいと思います。ハイヤーセルフからのメッセージということで、現状ですね、現状どういったことが起きているのかちょっと見ていきたいなと思います。今日はこちらのムーンオラクルで、3枚もらっていこうかなと思います。はい、1枚ください。はい、それでは読んでいきたいと思います。そうですね、今現在起きていること、手放しというメッセージが一番最初に来たんですけれども、今自分のカゴから、出たい今までの
自分のカゴから出たいというようなメッセージが来ていますね。現状そうですね、結構こう迷路にはまっているような、洞窟にいるような、ちょっと寂しさを覚えたりとかねしている方も多いのかなと思います。そこからこう解放していきたい、自分にはもっと違う世界があるんじゃないかというようなね感覚を得ているのかなと思います。そしてそのカゴからね出る準備が、まだ整っていないというような方が多いのかなと思います。何かねこう行き詰まりみたいなのを感じているような意識が入ってきますね。いろいろなことが停滞している方が多いのかなと思います。そうですね、この時期ね3月結構こう揺さぶられるというか、出会いと別れの季節というだけあって、春分もありますしね、何かこう揺さぶられている宇宙元旦とも言いますけれども、そう揺さぶられているかなという感じがします。今回ねこの選択肢のカードがね、過去を思い出すというカードなんですよね。ですので何か、昔は良かったなというような思い出がある方もここのカードからね、昔は良かったなと、過去の自分のこう楽しかったこととか栄光を思い出すこともあるのかなと思います。でそして今はなんかこう自分らしく生きれてないっていう自分にちょっと苛立ちというかね、逃げ出したいというか飛び出したいというか、そんな思いがある方がご覧になっている方で多いのかなと思います。はい、ではあなた様の日常に一番影響を与えているものをちょっと見ていきますね。どうやって教えてくれるかな。じゃあスピーオラクルで、そう日常にね3枚もらっていきますね。はい。なんかとにかく忙しいというかお疲れというかね、ゆっくりできていないという方が多いのかなと思います。全て逆位置できたんですけども、今回逆位置取っていきます。そうですね、先ほど思い出というところでね、過去に愛されていた記憶、楽しかった記憶、そして忙しさ、お仕事でやね周りの環境での忙しさ、こう入り混じった感情がすごく入ってきますね。忙しい中で、見つけた楽しみだったり愛を、思い出して、そうですね、思い出してこう浸ってずしんとこう気持ちが落ちるといったところ、何かこう生きづらさみたいなのをね感じていらっしゃるのかなって思いますね。そのどしんと落ちた時のね自分っていうのが結構お辛いというかね、こうそうすごくエモの声が大きくなってね、なんかこう罪悪感とか惨めさとかね、いろんな感情を得るんですよね。それが入ってきますね。とにかくあなた様がすることっていうのはね、自分のペースを、自分らしさを取り戻すためにリラックスすることですよと5次元が伝えてきてくれています。ではハイヤーセルフからメッセージをもらっていきたいと思います。
こからはい、ちょっと待ってくださいね。なんかそうですね、結構生きづらさでこう見ていってほしいっていうことで今入ってきたので、そう生きづらさじゃあ、日常であなた様に影響を与えているのはそのずしんとね自分のメンタルがドンと落ちた時ということで、その生きづらさをね改善するにはじゃあどうしていけばいいですかというところでメッセージもらおうかな。はい、今日はローズオラクルで2枚もらっていきます。もう1枚ください。生きづらい。そうですね、こちらもどちらも逆できたんですけど、子供優先になっていらっしゃる方、子供さんいらっしゃる方ね、そうですね、子供さんいらっしゃらない方であれば子供を産むリミットにとかそういうことも含まれてくるかなと思うんですけれども、そういうまずでは子供さんがいらっしゃる方は、のメッセージ、生きづらさ、子供さんっていうのは自分がですね産みたくてというかね産むことがあなた様の仕事でございまして、産んだ後っていうのは子供さん自身がね、自分一宇宙というだけあって自分の人生をね自分でクリエイトしていくですよね。ですので必要以上に手をかけるということをしなくても大丈夫ですよという、ね、結構必要以上に手をかけなくてもですね子どもたちはね輝いていくんですよと、何ですかね社会の教えでみんな教え込まないとというかね叱らないと、例えば今は怒らない子育てとかもね結構話されてる方もいらっしゃると思うんですけど、子どもさんのね性格によって言わないとわからない子とかもいらっしゃるということもあると思うんですけれども、その社会がこうしてるからという視点をまず取り払ってくださいねってこちらのカードがね伝えてきてくれてるんですよね。抑制圧力みたいな親だからこうしてる親が普通みたいなところで、実はそれがあなた様自身のことも縛り付けていますよというメッセージが来ていますね。その社会っていうのは、あなた様が生きてきた環境っていうのもそうなんですけれども、そういう眼鏡で見てるというかね自分が生きてきた環境でしか自分たちっていうのは周りを見れてないんですね。その部分を今日高次元伝えてきてくれていて宇宙って広いんだよ、世界って広いんだよ、日本ってなんか厳しいんだよみたいな感じの、その目の前にある世界、見たことある世界でしか親も怒れないというかね縛れないというか、テレビやもそうですけれども環境でしか子どものこと見てあげれないというかね、ですのでそういったジャッジを手放すというところがあなた様が生きやすくなるところですよというふうに伝えてきてくれています。そして子どもさんがね欲しくて、ちょっと生きづらさをね感じている、私も子宝リーディングもして自分でもね体外受精して子供を授かっているっていうこともあって、その不妊とかね子供を作るまでのリミットっていうのをすごく悩んだ時期があったのですごくわかるんですけれども、
やはり自分には自分なりのねベストタイミングがあるので、急いだからといってあなた様の心を縛って生きづらくしているだけですよというメッセージが今日来てるんですよね。子供さんもねもう生まれてくるためにこのようにお空で待ってるんですけれども、あなた様のね心が軽くなって心地よくなった時に、ベストなタイミングで来てくれるっていうのがもう見えてますのでね、それが実は、無理に何が何でも何歳までにみたいな、そういったところも手放してあげると逆にあなた様は、早い段階で子宝に恵まれますよというふうにも来てますね。結構ね生きづらさ私も結構生きづらさがあるがゆえに今リーディングしてるっていうかリーディングにたどり着いたというかこの感じになってるんですよね。そうですので生きづらさも自分に何か教えてくれているのですごく例えばただ一つ休むにとっても、休むリラックスする方法一つとってもたくさんあると思うんですけど、自分にとってっていう自分の魂が望んでいるかっていうところを常に意識するっていうのがやはり周りと比べてね自分の魂自分の今日言うハイヤーセルフ魂宇宙視点のもう一人の自分と私は言ってるんですけども、肉体を持ってる私たちって思考ありきで常に思考で動いてますけれども、ハイヤーセルフはね本当の自分の魂の望みを知っているのでこの人生っていうのはいい悪いもなくて一致か不一致か心のハイヤーセルフの望みと私の今肉体を持ってる私の心が感情が一致してるか一致してないかだけなんですね。そこを結構伝えてきてくれていて、そしたらハイヤーセルフからねもらっていきますね。3枚もらいます。今日はディバインじゃないご先祖様からのメッセージもらうカード、亡くなった方からとかのカードですね。そうですよね。結構時間的なことでやっぱり入ってきてるので、あの時は良かったもそうですし、タイムリミット的なこともそうなんですけれども、そうですね。ハイヤーセルフが伝えてきてくれていること、そう自分のね、魂と一致しているかどうか、時間にとらわれないでくださいねという、例えば2つの道があって、選択に迷ったとした時も、私に問いかけてくださいと、すぐに答えをくれます。ハイヤーセルフは実はいつも私たちに私よく言う愛と光が降り注いでいますの愛と光なんですよね。常にあなた様がより良き幸せをつかむためのメッセージを常に送ってきてくれています。ですので何か道に迷っている、例えば、今の感じでいくと過去を思い出しているので、お相手様とお別れされて復縁を望んでいる方もご覧になっているかもしれない。あなた様の道っていうのはあなた様が、どちらを選んでもね幸せになるようにはなっています。それはなぜかというと、どちらに行くかも教えてくれますし、もしどちらを選んだとしても幸せの方向に運んでいってくれますよというふうに伝えてきてくれてるんですね。悩みすぎないでという言葉が来てますね。深く悩むことによって、迷路に入っていく癖があるようですね。人生は本当に思っている以上に一致か不一致かのみ、自分の感情がその一致不一致も
自分の心が気分がいい、リラックスできている、安心している、ほっとしているよとか、そういう気分になっている時っていうのはもうハイヤーセルフ、自分の魂とハイヤーセルフとつながってるんですね。そういう時、そういう気持ちだけを選んでいくとおのずと幸せになっていきますというメッセージです。そしてそのメッセージを常にあなた様はもらってるんですね。ですのでそれこそ本当にリラックスして、ワクワクするとか楽しむ、のんびりしたり、するっていうのが大事ですよと。ですので、時間はね急がずとも必ずあなた様にはベストタイミングで物事が来てくれますので、何か今お辛い感じが入ってきてますけれども、抜け出せないとか、すいません、鳥に入れました。すいません、なんで鳥にもう一回ください。お辛い感じが入ってきてますけれども、ベストなタイミングでね必ず来ますので、あまり今そう思えないかもしれないんですけども、実は今がベストなんだよという視点が大事だよと伝えてきてくれています。今辛い時っていうのはね、なんでこんな辛い目に遭うんだろう、なんでこんなにネガティブな感情にね左右されている自分がいるんだろうと思うかと思うんですけれども、振り返ればねその時の感情も、その時起こっている出来事も、全てあなた様が幸せになるためにしか起こっていませんというメッセージです。ですので、今ねそういうふうに感じられなくて辛いと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、より良きタイミング、より良い心地よくなる一気にね、例えばすごいどん底だ自分って思っているところから一気に幸せっていうのはなかなかなれないんですけども、心地よいちょっぴりでも安心した気分になれるものを探してくださいと、いうことでございます。そして今あなた様っていうのはもちろんお子様、子育ていろいろ忙しい方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、お仕事も忙しくて、お仕事で何か成果というかね、結果を出している方というかね、ここからもっともっと結果を出したい方、会社を持ちたい方、あなた様にいろいろな力が集まってきますということで、普通に働いている方でもそうですよね。いろいろなあなた様にサポート、みんながつながっていくような形の、イメージで入ってきますが、ですので、手を取り合って何か一緒に、事業をしたりとか、パートナーとの出会いもありますね。そういう一緒になっていくっていうことがここから起こってきます。ですので、思っている以上にあなた様はリラックスすることが大事というふうに伝えてきてくれてますね。そのパートナー様との出会い、今別れたばかりでっていう方もいらっしゃるかもしれないですし、復縁望んでいるっていう方もいらっしゃるかもしれないです。いろんな方がご覧になってると思うんですけれども、思ってる以上にね、ここから楽しんでいける人生になっていきますよということで入ってきているので、結構もっと自分を解放していいと思うんですよね。自由になっていいっていうのは、また自由っていうのも、それこそ自由っていうのが自分の魂との感情、自分の魂と感情、ハイヤーセルフと肉体を持った自分の心が感情が一致すると、それが自由なんですね。何をやりたいかと思ったことをやるっていうこと、それがもうできているっていうことが自由。例えば大きく望むとね、世界旅行とかいろいろ言ってしまうと大きなものになってしまう感じがするんですけど、そういうことでもなくてですね、例えば今コーヒーが飲みたい、例えばそこででも体に悪いからダメだよとかね、いろんな今日でもカフェインがとか
言ったとします。もう一人の声が、エゴの声とか、それが思考、これがダメだよという思考ですよね。思考で人間ずっと動いてきているので、その思考の声を採用しすぎて自分の魂の望みが分からなくなっていますよというメッセージでもあるので、もう少し自分を解放してね、一個一個、いやこれ食べちゃいけないっていうことはないんですよね。なんていうんですかね、そういう少しずつ、自分がねダメだと思っていたこと、なんでダメだったのかなとかね、どういうジャッジしてたかなとか、そういうのをちょっと考えながらというかね、自分を解放するというところに意識を向けてみるっていうのが今大事だと伝えてきてくれていますね。じゃあここからね、どういった人生になんか変化していくのかっていうか、もっとねこのメッセージを聞いた上で変化を起こすには、今日はここからの変化をちょっと見ていきますか。そうなんかね、生きづらさ、人生に、はい、2枚。今忙しくてとかね、精神的に不安定で、彼のこと、彼女パートナーのこと考えたり、子供のこと考えたり、なんかパッとしないなという方、ベストなタイミングでね全てはやってくると、あなた様自身を信じていくことによって、とても甘い世界がやってきます。あなた様が自分に甘やかした分、世界もあなた様を甘やかしてくれます。世界も、もっともっとあなた様を応援してくれます。結構ゆっくり休んでくださいねっていうメッセージも入ってきているので、今までね、いろんな外側のどなたかと比較したりね、競争したり、もっと楽しく生きなくてはとかね、もっと自分にはなんか頑張らないといけない自分はもっと頑張らないんじゃいけない、頑張らないと愛されないんじゃないかとかね、そういった思考も手放して、どんな自分になりたいか、寝る前に少し考えてみてね、本当はこういう自分いいよねみたいな、ところを考えていただきたいんだそうです。そうすることによってあなた様の人生はここからさらに開けていきますよと、楽しくなっていきますよ、幸せになっていきますよというふうにメッセージが来ています。結構ね、今こうして例えば引き寄せの法則とかもね、なんかこういうふうにもうなったかのように感情を感じましょうとか、こういう幸せが欲しい、もうなってるって思ってくださいみたいなこと言いますけども、なかなかそれ難しいと思うんですよね。結構辛い時期ですとなかなか本当にもっと難しいと思うんですけども、でも逆にですので、こうなったらいいよねみたいな、彼から、もっと愛されても愛されるよねとか、彼から連絡そりゃ来るよねとか、もっと愛されるよねとか、あと仕事もね、子供ももうお空で私のこと待ってくれてるよね、もうちょっとで会えるからねとかね、そうなるよねっていう、もうなったって感じるのが難しい方にはね、そういうもうなるって決まってるよねみたいな、そうすると少し抵抗が和らぐと思うんですよね。何が何でもその感情を味わわないとって思うと結構辛いと苦しくなる方も多いと思うので、結構寝る前にね、そういう今日あったこと、出来事に感謝したりとか
することっていうのがすごく大事かなっていうふうに入ってきてますね。あなた自身を認める感謝をしてみてくださいと。そうすることによって、朝の目覚めもいいですし、その日一日気分またよく始めて、夜同じように今日、息を吸って生きれてたことだけでも本当は感謝というかね、ことを伝えてきてくれています。はい、ということでアメジストさんを選んでください。なんか今日もバーって降りてきて早口だった気がするんですけども、過去を振り返ってもいいです。そういう時間もあっていいと思います。ただこの時良かったよね、だからもっと私幸せになれるんだよねっていうようなね、その時が良かったからそうもうなれないとかではなくて、もっと自分っていうのはもっとね解放されていいし、もっと自由でいいし、もっと、幸せになっていいですし、全ての望みはあなた様が今思い描いてる全ての感情、今持っている、感情、出している感情がここから現実化されますので、とにかく心地よく自分を甘やかしてというメッセージが来ているのでね、とにかくあなた様の心に従ったで甘やかした人生の選択を、感情の選択をしていってくださいというメッセージでございました。はい、ということで今日も皆さんにたくさんの愛と光が降り注いでおります。ここからの時間も安心して過ごしていただければなと思います。そして何か少しでもお役に立ててれば嬉しいです。はい、また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。花でした。はい、それではタイガーアイさんを選んでくださった方のリーディングをしていきたいと思います。今日はハイヤーセルフからのメッセージ、宇宙視点のあなた様からのメッセージです。先ほどね、生きづらさを感じるあなたへということで、メッセージを下ろしてくださいということで聞きましたので、ちょっと生きづらさというところからも見ていきたいなと思います。それでは、現状見ていきますね。はい、現状はムーンオラクルで見ていきます。はい、なんか反比例してる心が入ってくるというか、なんか人生、恋愛が特にですかね、なんかこうパートナーとうまくいっていない感じが入ってきましたけれども、何か平和な心で入れてないけれども、あなた様っていうのは実は、もうそれがね地球の遊びというかね、地球っていう地球に降りてきたことによって起きる、いいことも悪いこともあるよねというのをなんか理解できているというかね、理解できてはいるけれども、もう少し物事が平和にね動いていったりとか、パートナーと平和に、生きていきたい、平和に過ごしていきたいという風に入ってきてますね。そう現状そうですね、生きづらさ、そうね、何かもっと地球でやっていきたい、何かをしに来たんだっていう目覚めの時にもいるような感じがあるので、今ね何も見つかってないと思って辛い方とかね、見つけたけどなんか進んでないとか、そういう方もいらっしゃるかなっていうふうにカード高次元が伝えてきてくれてますね。それでは、あなた様の日常に一番影響
与えているもの。やはりちょっと恋愛なのかなっていうのがね入ってきてますよね。どうしてもこう恋愛の現実に起きているその恋愛のことで、感情が揺さぶられている感じが入ってきます。結構ねなんか今日のこちらのねラビットちゃんのカードもゴールド、お金なんですけどもね、感謝するっていうカードなんですよね。こちらのカード、こちらもねなんかそういう感じで入ってきていて、そう結構これ恋愛のことでも入ってきているのでお伝えするとですね、お相手様とね、お体の関係があるなし、今そのハグしたいっていうかね、そういうこう感情っていうのがすごく一緒にいたいっていう感情がすごく入ってくるんですけども、あまりね一緒にいれない方とかもいらっしゃるのかな。なかなかこう思い通りにいってなかったっていうのがこちらのカードから入ってきていて、だけどそのうまくいかないことによって自分の感情が揺さぶられているんですが、実は、お相手様もいろんなことをしてくださっていて、あなたがないというところに視点を置いている、やってくれない、こうしてほしいという思いだけに感情がいっていることによって見失っていることがありますよというふうにメッセージが来てるんですね。ですので、今一度というかね、思い返せば、彼はこんなに頑張っていたのに、私の感情が外側の誰か周りの今までの恋愛とか今までの聞いてきた話とかそういった恋愛、また例えば、パートナーは必ずプレゼントをくれなくてはいけないとかね、誕生日とか例えばこう、そういったその自分が思っていることをしてくれないことによっての欲求が先に立ってですね、実はお相手はお相手なりにいろいろしてくれていたっていうことを結構今回入ってきますね。そしてこのカード結構今日出てますね。なんかスローダウン、本当に思ってる以上に、焦ったりとか急いで物事を進めようとして、自爆っていう言葉が聞こえてくるので、自分でねこの関係を壊したりとかしていってるんじゃないかなっていうのが、入ってきますね。そうですので、日常でね一番影響を及ぼしているのはその恋愛とかでね、その感謝っていうかね、そういうこう今あることに、今あるものに、お金もそうなんですけども、今あるお金で例えた方が分かりやすいってことなんですかね。なんかこう今ある、お財布に入ってるお金とかね、今あるものに感謝をしましょうっていうメッセージが結構入ってきています。じゃあ生きづらさを改善するには、解消するにはちょっと2枚もらっていきますね。ローズオラクルで2枚ください。これも出るな。あなた自身がもうすでに輝いているということを知ってくださいっていうふうに今日は来てますね、こちらのカードから。ですので結構こう周りの方と比べちゃうのかなっていう感じが入ってきているので、比べずともね、あなた様っていうのは唯一無二の存在で、同じね人っていうのは一人もいないので、本当に大事にしてください自分をというメッセージが結構きますね。
そう自分を自分を愛する、ことですね、こちらね、そうなんですけれども、本当にあなた様っていうのはね、あなた様は本当に輝いていけるんですよと、太陽みたいな、言われたことないですかね。太陽みたいだよね、明るくて素敵な方だと思うんですよね。その太陽みたいなあなた様を取り戻していきましょうという、じゃあ生きづらさどうして解消していけるか。まず女性性がね、男性にも女性にも女性性がある、女性に両方にあるんですけども、どちらかというと男性性が強め、女性性が弱めの方がご覧になっているのかなと思うんですけれども、自分のね女性性がこう弱いとですね、自分で何とかしないととかね、人に弱さを見せれなかったりするんですよね。こう無意識の頑張り屋さんなので、こう自分のエネルギーが枯渇していってるのに人にエネルギーを与えているような感じで、そうすることによってお相手様もですね、実は、自分のエネルギーをね、そういう状態っていう時は、その女性性が弱い時、お相手様もこうお会いしたいのに何かこうエネルギーを奪われる感じがして一緒に入れなくなってしまうんですね。結構それを伝えてきてくれていて、まずはですので自分でね、自分を愛していくというところに目をやってくださいということをこちらのカードが伝えてきてくれていますね。愛はね、誰かから与えてもらうものではなくて、自分が自分で作るにあるものを気づいていく、自分でにあるんですね、とても。そしてその溢れたところの愛、自分を愛した上で溢れたところの愛で、お相手と過ごしていってくださいと。人間関係全般に言えまして、結構これからお仕事するにもそうですよね。なんか、これから何かしていきたいという方もね、こうその溢れた愛で、これやったら稼げるからというよりかは、これやったら誰か喜ぶよね、もっと喜んでほしいなとかね、自分の喜び、自分の魂の喜び、まずはその誰かを喜ばせるのも大事なんですけども、自分の魂の喜びをまずは、実施してみてくださいというメッセージですね。自分の魂の喜び、そうですね、そのように伝えてきてくれています。じゃあちょっとハイヤーセルフからね3枚もらっていきますね。これは亡くなった方とかねからメッセージもらうカードなんですけども、なんかその愛はね、やっぱりあなた様もらおうとしなくても自分にたくさんあるんですよと。もらおうとすればするほど、自分が苦しくなるんですよというふうに伝えてきてくれてるんですよね。そしてやはり頑張り屋さんなので、もっと上のね階段まで登らないと自分っていうのは愛されないんじゃないかと思っているかもしれないんですけど、そんなことないんだよと。今いる場所っていうのがもう生まれてきた時からもうてっぺんにもう愛される状態のまま生まれてきていて、階段で言えばもうあと登るとこないところで、そこから人生始まってるんですが、なんだかこう生まれてきていろんなものを身につけて周りの人から褒められることで評価を得て、そのことによって、自分っていうのはね褒められて価値があるというかね、誰かに評価されないと価値がないと思っている。そうじゃないんですよと、あなた様のハイヤーセルフがね、あなたはもう生まれた時にねもうすでに価値があって、この一番上に立って生まれてきた、もうあと何か身につけなくても価値があるんですよと。
いうことを伝えてきてくれていて、あとですので愛をね誰かからもらおうとすればするほどあなたの心が苦しくなるんです。あなたにはあなたの中に最大限に愛があって、その愛を、感じてみてくださいっていうふうに伝えてきてくれています。もし一人だと感じる時があるでしょうと。でもそれはあなたがあなたの愛を、に気づけていないからなんですよ。もっと愛してあげてくださいっていうメッセージなんですよね。そう、なんかねこう結構これ瞑想のなんていう形だと思うんですけれども、ここで伝えてきてくれているのは、やはり自分が自分の愛に気づくというのは、瞑想とかね自分の心を感情頭を無にするっていうのが大事になりますと。そう無にしないと、ですのでこちらの方は結構瞑想してみた方がいいと思うんですけども、瞑想までちょっとできなくてもねお布団の中で、朝晩ねこう本当に何でしょうねなんか本当に何も考えない時間っていうのが人間なかなかできてなくて、それがこう例えば前の日彼のことで悩んだ、彼女のことで悩んだ、眠れないっていうところであれば、そのまま朝引き継いでその日またこうぐったりした気持ちでいくような一日始まって、そしてそのループを繰り返していくような形になってしまうんですけども、それをまず一旦やめてくださいってね言ってきてくださってて、まずあなた様瞑想したりとか心を無にする時間、取ってくださいと。朝晩ね10分から15分瞑想すると人生が変わりますよって言われて、私もやったことはあって本当に変わったんですけども、ですので結構進めてますが、そうするとなんか一人っていう感覚もなくなって、それこそ今言っているハイヤーセルフ、このハイヤーセルフのメッセージ、ハイヤーセルフと自分がつながっているので、まず一人でも一人じゃないというか幸せですし、なんか人からのその評価が全く気にならなくなって、魂の望み通りに生きている自分を好きすぎてというか嬉しすぎて、時にはこうそれだけでハッピー、本当になんか幸せだな、恵まれてるなっていう感じを受けるような感じになっていくんですね。ですので皆さんにもその今日ハイヤーセルフがね、そういうこう誰かから評価を得たり何かをもらわないとこう自分って価値がないんだって価値がないというところから、もう生まれた時から価値があって、誰からの評価がなくてもね、私って幸せに生きていいんだよっていう、幸せなんだよということをね気づいてほしいんだそうです。すごいなんかですのでこう結構あとお金のことがね言われてて、その金銭っていうよりかはもちろんねたくさんあって使いたいって思いは人でねこの物質世界にいるのであると思うんですけど、でもお金というよりかは魂の望みを叶えていくことによって魂のハイヤーセルフがね望んでいるその喜ぶ自分と肉体を持って今自分とそのハイヤーセルフの感情が一致している時っていうのが本当にこう一致した方向性、一致した仕事、一致した趣味とかね、思いついたことがあればやってみてくださいと。これ無駄だよなとか思わずにね、こうちょっとこう自分が抵抗ない範囲での望み、ゴールは全く違う夢があったとしても、今一番、抵抗のない望みの叶えられるものが、ハイヤーセルフはね、あなたが今これぐらいのところまでだったらやっていけるでしょ、楽しんでいけるでしょっていう望みもね、願望も叶っていくところにね、こうメッセージを下ろしてきてくれるんですよね。
これやってみたらポンみたいな、ここ行ってみたらとか、いろんな状況、この本読んでみたらじゃないですけど、気に留まったりとかしたものとかをねちょっとやってみるのがいいのかなっていうふうに伝えてきてくれています。もうね今輝いていくっていうのがね、で太陽のように輝いていく、みんなの光になる人だということを伝えてきてくれているので、一歩その前にいらっしゃるので少しもがいてるかなっていう感じはあるんですけども、必ずねあなた様はご自分のね価値に気づいて、この世界をもっともっと地球をね楽しんでいける、もっともっと、宇宙視点の自分と仲良くなれる、仲良くしていきましょうというふうに伝えてきてくれてますね。じゃあ、ここからね人生に変化を起こすにはということで2枚もらっていきます。今日はこちらのドリーム Your Joy。やはりこうやる時には休んで時には走ってってきますね。時には結構メッセージ降りてきてるのかな、いろいろね。まあこのハイヤーセルフのね視点っていうか、ハイヤーセルフハイヤーセルフと自分の感情が一致していることが自由であり幸せであり、自分たちがね自分らしく生きていくために必要なことなんですけれども、結構こう何ですかね、立ち止まることを恐れていたというふうにも入ってきているので、ここから人生を起こすには一旦立ち止まるのも大事なんですね。これも言ってるか。この恋愛で悩んでる方も、もちろんその方で進んでいきたいという思いもあるかと思うんですけども、立ち止まってみてね少し距離を置いてみたりとか、休んでみるっていうのが、いいようですね。休むことによってサプライズが起きるとも伝えてきてくれているので、お仕事でもね、がむしゃらにやるよりは一旦休んで瞑想してみるみたいなね、何かの次の、流れを待つということがあなた様の人生に変化を起こしていくそうです。なんかね日本っていうかあれですよね、みんな頑張って忍耐で努力でなんとかっていう感じがずっと続いていた時代なので、立ち止まるっていうことがねもうそれこそ自分に価値がないじゃないけれど、立ち止まってしまうことでどれだけ怖いかっていうのをやってくださいって私も言ってるわけですから、なんかですけどもそれが、時に同じゴールを目指していても、あなた様の本来の輝きと魅力と力を発揮できる状態までこう休んでからことを起こしてもゴールが一緒だったりしますよというメッセージですね。ですので本当に好きなものをね食べて触って心地いいという状態、安心するっていう状態を、存分に味わってくださいとこちらのカードが伝えてきてくれてますね。そうなんか外側からねちょっと意識をそらしていくことであなた様は本当に地球楽しめますよと言ってますね。そうですということで、タイガーアイさんを選んでくださった方のメッセージは以上となります。いかがだったでしょうか。なんかすごく一旦スローダウンすることがあなた様の人生に変化を起こすようです。
少しね止まるって怖いかもしれないんですけども、意識だけでもねちょっと休んでみようと思ってくださればと思います。はい、今日も皆さんにねたくさんの愛と光が降り注いでおります。ここからの時間も安心してお楽しみお過ごしいただければなと思います。何かお役に立てれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いできることも楽しみにしております。今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。花でした。はい、それではラブラドライトさんを選んでくださった方のリーディングをしていきたいと思います。今日はハイヤーセルフからのメッセージということで、宇宙視点のあなた様からのメッセージをもらっていきます。生きづらさを感じるあなたへということで、先ほどやった方がいいとメッセージが来たのでやっていきたいと思います。まずは今の現状ですね。ムーンオラクル3枚もらっていきます。なんかね、大事にされていたものが結構もう今こう完熟したっていうかね、大事にされていたものが、実るところにいらっしゃいますね。もうパートナーがいらっしゃる方はパートナーと、ちょっと2階のワンちゃんがちょっと吠えていて入っていったらすいません。そう実ってる感じ、もう熟して食べれる感じが入ってきますね。そうなんか今日のカードもね、安心感というカード。全ての方ではないと思うんですけども、サイレントが終わるとかね、ツインレイの統合とか、そんな感じでも入ってきますね今日は。はい、なんかそういう現状の方いらっしゃいますでしょうかね。あとお仕事とかもね、一つの目標が定まっても次のステージに行く、もう一個の目標が終わって次のステージに行くとかね、そういうところにいらっしゃる方もいるのかなと思います。ではあなた様の日常に一番影響を与えているものをということで、はい、なんか複雑に考えすぎる癖っていうかねがあるんですかね。結構複雑に自分が知っているみたいな感じで入ってくるので、もっとこう楽に考えて、もっと世界はシンプルだよというメッセージが来てますね。ですのでこう複雑に考えること、深く入り込んでしまうところがあなた様の日常に一番影響しているのかなと思います。そう、世界はとてもシンプルで、今日のそのハイヤーセルフと、肉体を持っているあなた様、ハイヤーセルフ、宇宙視点のあなた様と肉体を持っているあなた様のね、感情が一致か不一致だけなんですよね。それが本当シンプルで、そこにねいろいろ外側のああしたらダメこうしたらダメっていう思考入ってくると思うんですけど、それ抜くと本当に自分の魂がハイヤーセルフが望んでるか望んでないか、それが一致してるか、自分と一致してる物事だけをこなしていくと常に心地よくて安心したりとかね、リラックスしている状態だったりとか、のんびりしているような状態とか
常にワクワクしている状態とかねになっていくんですよね。ですので本当に望み、自分に問いかけた時のね自分の望みに沿っていればですね、考えることもないというかね、深く落ちてしまうほど考えてしまわなくても、実は、答えがね全てあなた様の中にありますよというメッセージなんですね、今日のこちらの3枚ね。じゃあその生きづらさをね改善するにはということでね、解消するにはね、ローズオラクルで2枚見ていきます。そうね、なんかいろんなことを考えますね、あなた様はね。なんていうんですかね、シンプルがいいのに複雑に考えるのの複雑のその思考が、例えば一つのことであっても、あれもダメだって、これもダメだって、これもダメだったらどうしようみたいなね、でもこれとこれだったらいいかなとか、なんかいろいろ本当に一個の物事に対して5通りぐらい考えられるね、そう感じのイメージが入ってきます。あなた様の英知も、あなた様がね今まで生きてきたことでいろいろ勉強されたりね、環境だったりで培ったものもうあなた様の中にたくさんあるので、あまり複雑に考えなくても、そして何回も転生しているので、前世からのつながりだったりもして、複雑に考えなくてもあなた様にはハイヤーセルフがメッセージを下ろしてきてくれますよと、たくさんあるはずです、あなた様には知恵がというふうに来てますね。そうなんか生まれる、そうね、なんか企画力とかね、複雑にというか考えるところは違うところに、お仕事とかね、違う力を生み出すのに使っていけますよと、視点を変えてくださいっていうふうにメッセージ来てますね。それがあなた様の生きづらさも解消していきますよと。いろいろ考えられるってすごいじゃないと。それを違う方向に、例えば今恋愛がねでももう、統合に向かっているというかね、一緒にいられる状態になってくると思うんですけれども、そこからもねシンプルにもっと考えてくださいねと。これから一緒にパートナーといるにあたっても、あなたが楽しむことが大事だし、あなたの心が大事だし、そしてシンプルに考えた上での、複雑に考えすぎて、いかないでください。複雑に考えることによって、逆に、感謝できない自分の心が生まれてしまいますよと、ないっていうところにね、いろんなことを考えすぎて、相手が一生懸命やってくれたことよりも自分にこれだけ与えてもらってないっていうところに目がいってしまいますよというふうにメッセージが来てますね。じゃあハイヤーセルフからのメッセージ、亡くなった方とかからねもらうメッセージのカードという意味合いのカードで3枚もらっていきます。なんか企画力とかすごいあるんじゃないかなと思っていてとか入ってきていて、なんか生み出す力がすごくあると思うんですよね。ですので、そちらに本当にシフトしていく、何か楽しいことを企画とかできる方なんですね、きっとね。そのことによってあなた様とね、生まれてくる前にこのくらいの時期にこうやって会ってこういう企画していこうよって言ってるソウルメイトがねたくさん集まってくるんだそうです。そして、ハイヤーセルフはね、あなた様はねとても愛されているので、周りの方からもね、ここからサポートしてくれる方が
どんどん現れていきますね。今までの人生はそのための勉強だった、人間関係もそのための勉強だった、今研ぎ澄まされているあなた様の感覚の中で、研ぎ澄まされてこれから行くので、感覚が、どの人がと組めばいいとかねっていうのがすごくこう一目瞭然というか、すごく分かりやすくなってくるそうです。ですので、例えばお仕事を先決めるにあたってもね、パッと決めれるっていうかね、パッと決まったりとかね、今まで決まってなかった方もなんかこう自分の直感がすごく優れていて、あとそういうふうに望む、私が必要な、私を必要としている会社が私を見つけてくれますとかね、私が望む人生で望むことをここから叶えてくれる人と出会っていきますとかね、少しこう口に出してみるのもいいかもしれないですね。もうなんか、一緒にねチームを組んで学んでいったり企画してこう立ち上げみたいなのも入っているので、そういうのをしてみたかった方はね少し意識してみたりとか、あとコミュニティもね立ち上げて、ここから、コロナも明けたのでみんなで集まったりとか、講習会やそういうのも開いていったりねしていくのかな。もっともっとね楽しむことってできるのでね、なんか、楽しんでくださいっていうメッセージが結構ありますね。身が結構熟してる感じってね、もう一つの物事が完結するっていう風に入ってくるので、なんか安心してくださいっても言ってるし、こっちも結構安心してくださいなんですよね。そう魂の望み通りにね結構生きてこられた方、そういう風にこう試行錯誤じゃないですけどもがきながら自分自身の魂の声をこう探りながら来た方っていうのがこちらの方を見てらっしゃるのかなと思いますね。ハイヤーセルフがねそう言っている、すごく何でしょう、もがいてきた感覚も入っていて、自分がねどれだけこう自分の魂に沿った生き方ができるのかっていうことを結構気にされてた方もいたのかな。気にというかね、そういうふうに生きたいって思っていろんなものを、本読んだりとかね、私で言えばエイブラハムが好きだったりとか、そういうのも含めていろいろ読んできたのかなとかね、そういうのも入ってきますね。いろいろ読んだりこう向き合ってきた、自分と向き合って魂をよりよく、自分をよりよくね楽に楽しく生きていく方向性を探ってた方が多いのかなっていうふうにも入ってきますね。何よりシンプルにね生きていきましょうここからっていう、自分の魂ハイヤーセルフとね自分の感情が一致か不一致のみ、あとこう周りのことをね、外側の世界とか環境で身につけたそのジャッジっていうかね、社会の教えを守っていく必要ってなくて、自分の魂がどう思うか、そうというところを伝えてきてくれています。ではでは、そこからねそしたら人生にねどのように変化を起こしていくのか、そのことを知った上でね、夢は叶っていきますよ、諦めないで。だって、すごくなんか素敵なこう夢とかお持ちなんじゃないですかね。なんか夢はね叶っていくから諦めないでって言ってますよ。かわいい。それがもう大きすぎて、なんかゆっくりでもいいしね、なんかゆっくりでもいいんだよとも入ってきますし、こう結構ね急いじゃう
のかな。そう、なんか子供の成長ってね、こう気がつけば、その日その日はなんか長く感じるけど、気がつけば早いみたいな、そういう状態、今ね一歩一歩進んでる状態っていうのは目に見えて、そんなにこう自分の心もこう晴れやかになってないと感じるかもしれないけれども、実はあなたは毎日成長して毎日拡大してるっていうかね、こうそう進歩してるんですね。ですのでハイヤーセルフもね、もうみんなとね楽しくやっていく姿っていうのが映し出されてますし、一人であってもね、いろんな方の手を借りて何か個人事業主であってもねしていくっていうのも出ていって、そう、あなたの夢は叶いますよって、人生に変化を起こすにはあなたの心をねまず大事にするのはそうなんですけども、たくさん水を飲んでね、運動するのもいいそうです。そのシンプルに何かを考えられなくなった時っていうのは、筋トレしたりとか、水飲んで筋トレして自分の細胞をねとお話しするような感じ。結構筋トレやってると、私見てる動画の人、筋肉と会話してくださいみたいなこと言うんですけど、そんな感じです。本当に筋肉というかね、心と会話こうするのも自分のもちろんハイヤーセルフとね会話するっていうかねのも大事なんですけど、そうその感覚を見つけてみましょうみたいな。そうですね、そのように来てますね。そうなんか、自分っていうのはもっと望んでいい人間なんだよっていうのを、思ってくださいと。もっとそうね、もっと望んでいいんですよってこの子が言うんですよね。もっと望んでいいんだよ。なんか本当にしたいこと結構ある方なのかなとね思っていて、今までのねいろんな知恵があなた様ここから湧き出ていくと思いますので、焦らずともねそういった時は来ますので、お水を飲んでリラックスして、安心する気持ちを、大事にしてくださいと。自分自身のそのハイヤーセルフがね、送ってきてるメッセージをね、見逃しても聞き逃してもまたすぐ下ろしてはくれますけれども、ゆっくりすることによって、あなた様自身があなたの心をゆっくりさせることによってメッセージも降りて聞きやすくなるのでね、水もたくさん飲んでシンプルに物事を考えていくことで変化が起きていますよと、変化が起きますよということでございます。はい、ということで、なんか最後にちょっとこちらの方は宇宙さんから1枚もらいますね。はい、じゃん。そうなんか自分のやっぱりこうスペース、自分のスペース、そう夢のスペース、そうですね、全身のバランスを整えてね瞑想したりすると、自分がねこう笑顔になれる事柄、今この瞬間に集中してみるとどうしたら自分笑顔になるかなというのをね
想像してみる。夢のスペースっていうかね、そのスペースを持つこと、その感覚を持つことであなた様の夢が叶っていきますということなんですね。今ここを生きている、過去でも未来でもなくて今ここの、笑顔というのを大事にしてくださいというメッセージでございます。はい、今この瞬間も笑顔になっていただきたいと思います。はい、それでは、今日のダブルアドライトさんのリーディングは以上でございました。何か少しでもねお役に立てれば嬉しいです。今日も皆さんにたくさんの愛と光が降り注いでおります。ここからの時間も、安心してお過ごしいただければなと思います。また次の動画でお会いできることも楽しみにしております。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは花でした。またお会いしましょう。